さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日も生活で使う文法を2つ紹介します。この動画には15言語の字幕があります。文字起こし機能を使うと2言語見ることができるので、ぜひそちらの機能も使ってください。で、この動画は皆さんが文法を復習するときにぜひ見てください。では、いつも通りコンビニで買ったものを2つ紹介します。まずはこちらです。果汁グミです。これは本当に私が子供の頃からずっとある商品ですごく有名だと思います。今回はこの弾力プラスというのがあったので買ってみました。いちごの味です。じゃあ開けます。で、これチャックになってるので1個2個食べてまたね後で食べることもできます。こうやってね止めることができます。わかりやすいようにお皿の上に置いてみました。こんな感じです。で、弾力があります。こうやって持って押した時にこう戻る感じですね。これ弾力です。じゃあいただきます。懐かしい。本当に弾力があるのでしっかりと噛む感じですね。この果汁グミは他にもぶどう味とかもあるので、ぜひねコンビニとかスーパーで見てみてください。値段はここに書いておきます。あとは飲み物も買いました。で今回はファミマに行きました。ファミマはファミリーマートです。はい、これはグリーンスプーンって書いてありますね。ベジタブルスムージーです。1日分野菜 350g を使用と書いてあります。見えるかな？いろんな野菜が入ってますね。トマトとか人参とかいろいろ入ってます。ちょっと飲んでみたいと思います。よく振ってお飲みください。これは振る。確かにね、こういうのって下の方に野菜がね溜まってしまいますよね。じゃあストローを刺します。本当にいろんな野菜の味がする。でも甘いですね。飲みやすいと思います。パセリ、ほうれん草、小松菜、大根、ナスも入ってるんだ。すごく飲みやすいです。美味しい。じゃあ今日も文法を2つ紹介します。まず1つ目はこちら、つもり。これもいろんな意味があるんですけど、今日2つ紹介しますね。まずは例文を言うので意味を想像しながら聞いてみてください。例文1、明日はいつもより1時間早く起きて勉強するつもりです。明日はいつもより1時間早く起きて勉強するつもりです。例文2、大学を卒業したら日本で就職するつもりです。大学を卒業したら日本で就職するつもりです。さあ、どんな意味でしょうか？今言った2つの例文はどちらもどの時について話してましたか？例文1は明日。例文2は大学を卒業したら。大学を卒業したらということはまだ卒業してないですよね。どちらも未来のことについて話しています。明日大学を卒業したら未来のことですよね。過去でも現在のことでもありません。このつもりは未来の計画や自分の意思について話すときに使います。皆さん今こう思いませんでしたか？未来の計画だったら予定と似てるなって思った人もいると思います。確かに予定と似ているんですけど、予定はもうそのスケジュールが決まって
っている時に使います。もう、それは決定していることに使います。例えば、明日は10時から会議の予定です。これってもう明日10時から会議があるって決まってますよね。明日のことだけど、もうそういうスケジュールがある。決まっている。これは予定です。でもつもりっていうのは、自分の意思について話すことができる。で、未来の計画についても話すことができるんですけど、でも予定と違うのは、予定はもうそのスケジュールがほぼ決まっている時に使うことができます。あと、よく使うつもり。例文の1。スマホをカバンに入れたつもりだったのにない。スマホをカバンに入れたつもりだったのにない。例文2。メールを返信したつもりだったけど送信できていなかった。メールを返信したつもりだったけど送信できていなかった。これはさっきの自分の意思とか未来の計画について話すつもりと違いますよね。例えば、ちょっとね、例文の1は、ちょっと待ってね。消えちゃった。こうやって、カバンの中見て、スマホ、カバンに入れたつもりだったのに、ない。皆さんもこういうことありませんか？入れたと思っていたのに、ないっていう意味ですよね。これは、そのように信じていたという意味です。このつもりは、何々だと信じていたという意味になります。この場合はね、実際になかったっていうことになっちゃうんだけど、でも私はスマホをカバンに入れたと思っていた。信じていた。この時につもりを使うことができます。で、例文にも同じですね。メールを返信したつもりだったけど、私はメールを返信したと信じていました。でも、この場合は送信できていなかった。こういうのよくありませんか？なんか、いろんな人からメールが来てて、返信したつもりだったんだけど、この人だけ忘れてた。とかね。でも自分の中では返信したと思ってた。この時につもりを使うことができます。では次の文法です。次の文法は、解がある。何々解です。まずは解があるから説明します。例文を2つ言うので、例文を聞きながら意味を考えてみてください。例文の1。このラーメン本当に美味しいね。2時間並んだ甲斐があったね。このラーメン本当に美味しいね。2時間並んだ甲斐があったね。大学に合格しました。努力した甲斐がありましたね。大学に合格しました。努力した甲斐がありましたね。はい。どういう意味だと思いますか？甲斐があるの前には動詞や名詞が来ます。そして意味は何々の効果があったとか価値があったという意味です。例えば例文の1は、このラーメン本当に美味しいね。2時間並んだ甲斐があったね。2時間並ぶのって結構大変ですよね。でも2時間並ぶ価値があるほど美味しいという流れになります。これは会話ですね。で、例文の2も会話なんですけど、大学に合格しました。努力した甲斐がありましたね。これも努力した効果がありましたねという意味になります。これもね、もう勉強したことがある人もいると思うんですけど、でも結構使うので覚えておくといいと思います。会話でも本当によく使います。で、次が何々外。何々外。外の前には動詞のマス形が来ます。で、これも何々することに価値があるとか効果があるという意味です。例えば、私は日本語を教える仕事にやりがいを感じています。私は日本語を教える仕事にやりがいを感じています。
これは私はこの日本語を教える仕事はとても価値があって満足しているというような意味になります。皆さんにとってやりがいがある仕事は何ですか？コメントで教えてください。ちょっと飲みます。今朝の8時40分です。これさ、朝ごはんでもいいかも。私なんか朝ね、最近はなるべく朝食食べるようにはしてるんですけど、でもやっぱりちょっと今日は朝ごはんいいかなっていう時もあるんですよ。こういうのだったらね、簡単に飲めるし、野菜もたくさん入ってるからいいですよね。なかなか野菜をたくさん摂るって難しいですね。食べてるけど、でもどうしても私の場合は偏ってしまいます。なんか同じ野菜ばっかり食べてしまいます。だからバランスよく、だってこれ21種類の野菜が入ってるんですよ。自分が作る時になんか21種類の野菜使って料理するって私は結構難しいので、こういうのはすごく助かります。しかもこれさ、保存料、着色料、甘味料、香料不使用だって。すごいですね。美味しい。はい、皆さん今日の動画はどうでしたか？もしまた分かりにくい文法とか勉強したけど分からなかった文法があったら、ぜひコメントで教えてください。いつも見てくださって本当にありがとうございます。あと私が去年出版したお出かけ日本語会話、これは会話の本なんですけど、皆さんたくさん買ってくれたり、あと SNS でも発信してくれて本当にありがとうございます。こちらもどこで買えるのかは、概要欄にある多分ウェブサイトに書いてあると思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。